皆さん、こんにちは。日本語教師のゆうきです。今、日本は4月です。春が来ました。嬉しいです。このビデオは4月中旬に京都を散歩した時のビデオです。前回は人が多い商店街を散歩しました。今回は京都の蹴上というエリアを散歩してきたビデオです。リスニングの練習や新しい言葉を知って覚えるために使ってもらえたら嬉しいです。新しい言葉かなと思ったところには文字の色を変えて載せておきますので参考にしてみてください。ではスタートしましょう。まず京都の市バスに乗って今回のスタート地点蹴上駅まで行きます。この動画のあたりは京都の繁華街エリアです。なのでお店も人も集まっています。この辺は祇園という場所です。祇園には歴史的な古い街並みが残っているので観光客にもとっても人気の場所です。運が良ければ舞妓さんという仕事をしている女性にも会えるかもしれません。そしてここからまたしばらくバスに乗り続けると岡崎というエリアに来ます。この辺は山が結構近いので自然が感じられる場所です。また近くには美術館や図書館もあります。ここは大きなホールです。アーティストのライブとかコンサートがよく開かれています。落ち着いた雰囲気なんですけれども、子供に大人気の動物園もありますよ。この動物園は私も子供の頃よく行きました。もう何度行ったかわからない、数えきれないくらい何度も行きました。皆さんは動物園で好きな動物は何ですか？私はね、猿とかゴリラとかが好きです。猿とかゴリラって群れで生活してますよね。なのでずーっと観察していると、なんていうか、ドラマがあるんですよね。あ、この猿たち喧嘩してるとか、あ、ここすごく仲がいいなとか、そういうドラマを感じながら見るのが好きです。ちなみにこの京都市動物園にも猿やゴリラがいます。さて、ここはバス停です。実は私、このバス停で降りなければいけなかったんです。なのに、のんきに外の景色を楽しんでいたので、もう全然気づかなくて、乗り過ごしてしまいました。気づいて慌てて降りようとしたんですけど、間に合いませんでした。なので、次の駅で降りて、ちょっと遠い場所だったので、そこから10分、15分くらいですかね、歩いて蹴上駅というところまで行きました。ここが今回の散歩のスタート地点です。この辺りが蹴上エリアです。京都の東にあります。街の中心からはそうですね、バスで15分、20分くらいのところです。地下鉄の蹴上駅もあります。この辺りは店がそんなに多くないので、買い物するというより、ゆっくり散策するのに向いています。道路沿いに歩いていると何かありますよね。なんでしょう、これは。そして、なんと線路があって、線路の中に入って歩いている人もいます。危なくないと思った方、大丈夫、大丈夫です。この線路は廃線です。廃線、今はもう使われていない線路です。ここは廃線なので、もう何も通りませんので安全です。ここは蹴上インクラインという場所です。さっきなんだろうって言っていたこれは、実は船を運ぶための台車なんです。昔、この台車に船を乗せて運んでいたんです。皆さんは琵琶湖という湖を知っていますか？
琵琶湖は日本で一番大きな湖です。京都の隣の町、滋賀県にあります。昔から今も京都はこの琵琶湖の水を引いて生活をしています。この蹴上のエリアはその琵琶湖の水の通り道、水路があるんです。琵琶湖の水は滋賀県の琵琶湖からスタートして京都の山科という町を通ります。そしてこの蹴上に来るんですけれども、昔は水だけではなく船も通っていたそうです。それでですね、この蹴上という場所はちょっと写真で伝わるかわからないんですけれども、写真の奥に進むにつれて傾斜になっています。傾斜。斜めです。坂道になっているんですね。写真の手前の場所が高い場所で、奥が低い場所になっています。この傾斜のせいで、ここで船が通れなかったらしいんです。なので、この傾斜の上、ここから船を台車に乗せて運んでいたそうです。ここは約582メートルの鉄道です。この蹴上インクラインができるまでは人とか馬によって荷物を運んでいたそうです。船だったら一度にもっとたくさんの荷物を運べますよね。しかしその後、鉄道や道路が発達しましたので、1948年を最後にこの鉄道は使われなくなりました。今では桜の名所としてとても人気の観光地となっています。この線路沿いに約90本の桜があります。この散歩をした日は4月中旬で、もう桜が散ってしまった後だったんですよ。なので人も少なかったです。実は私、このビデオの1週間前にもここに来たんです。家族で花見をしに来たんです。その時の写真がこちらです。本当にたくさんの人が桜を楽しんでいました。1週間違うだけで人の数も桜もこんなに変わるんだということにびっくりしました。さて歩いていきます。ちょっとだけ桜が残っている木がありますね。なんかラッキーです。この道を右へ曲がります。そして曲がった道をまっすぐ進んでいきましょう。この辺りは有名な料亭がいくつかあります。料亭、高級な日本料理屋さんのことです。高級だから、畳の部屋、座敷でゆっくり落ち着いて料理を楽しむことができます。ちなみに私は学生の時、ここじゃないんですけど、別の場所の料亭でアルバイトをしていたことがあります。その料亭も高級だったので、コース料理が1人5万円とか10万円とかするお店だったんですね。で、高級だから使っているお皿ももちろん高くて、いつも運ぶときドキドキしながら運んでいました。すごく怖かったです。いい思い出です。あとはね、この辺は湯豆腐も有名なので、湯豆腐の料亭もいろいろあります。豆腐、皆さんは食べたことがありますか？こういう白いふわふわの柔らかい料理ですね。大豆からできています。京都は豆腐が有名なんですけど、どうやら京都の水がこの豆腐作りに適しているらしいです。適している、とても合うという意味です。あと、この辺のエリアはお寺があるんですけれども、そのお寺のお坊さんたちはお肉を食べることができないので、お肉の代わりに豆腐を食べていたので有名な場所だそうです。この散歩してた時は確かお昼くらいの時間で11時半くらいだったと思うんですね。私もお腹が空いてきたので
何かお店はないかなと思って探していたら、一軒のカフェを見つけました。こちらのカフェなんですが、知っている人がいるかもしれませんね。ブルーボトルコーヒーというカフェです。聞いたことある人、知ってる人いますか？このカフェはもともとはアメリカのカリフォルニアにあるカフェです。で、人気のカフェなので、数年前にここ、京都にも出店してきました。私、ずっと来てみたかったんですけど、なかなか来れず、そのまま忘れてたんですね。で、この日、偶然見つけたので、行ってみることにしました。メニューもありますよ。たくさんの飲み物のメニューがありますね。食べ物のメニューもあります。皆さんなら何を飲みますか？ということで、ここで腹ごしらえをしましょう。腹ごしらえとは、何かをする前にご飯を食べて準備するという意味です。手前と奥にお店があって、手前はコーヒー豆とかグッズが売っているみたいです。私は食べたいので、飲みたい食べたいので、奥のカフェへ進みました。お店はこんな感じです。どうですか？なんかね、すごく素敵でした。お店は古い日本の建物をリノベーションして使われています。後で調べたら、築100年以上の家だそうです。この日本の家の伝統的な雰囲気と、この今時のカフェの、スタイリッシュな感じ。こちらがいいバランスでマッチしていました。かっこいいですよね。こちらの店ではカフェラテとグリルドチーズサンド、これを注文しました。2つ合わせて1700円くらいでした。美味しかったです。こちら店内の写真なんですが、見てください。この壁、崩れてますよね。ボロボロです。崩れたままの壁を使っています。店の中の天井は吹き抜けになっています。上に何もないんです。なのですごく高くて気持ちのいい店内でした。ここは観光地なので、やっぱり外国人の観光客が多かったです。実際私が食事をしている時も、左にいたのは多分中国系の観光客の皆さん。で、右にいたのが多分ヨーロッパ系の観光客の皆さんで、二つの団体客に挟まれて一人で食事をしていました。ちょっと寂しかったけど美味しかったです。このお店は英語のメニューもありましたので、もしカフェが好きな方は行ってみてください。さて、お腹も心も満たされましたので、散歩を続けます。さっきの道をさらにまっすぐ進みます。すると、南禅寺というお寺に着きました。このお寺はとても広いお寺です。私ね、南禅寺がすごく好きなんですよ。静かで落ち着きます。といっても、最後に来たのは確か私が高校生の時、遠足で来たのが最後なので、ものすごく久しぶりに来ました。遠足とは学校のみんなでどこかへ行くイベントのことです。このお寺は今から約710年前に作られました。この門が有名です。高さが約22メートルで、有料になりますが、この上に登ることもできます。この門の下をくぐると、両脇に綺麗な新緑が広がっています。いいですね。新緑とは、新しい葉のことです。京都といえばやっぱり春の桜、秋のもみじが有名ですよね。もちろんとっても綺麗だし、私も大好きです。でも、もみじや桜だけではなくて、実はこの5月、新緑の季節の京都もとっても綺麗なんですよ。私のおすすめです。
実際今回の散歩ではあんまり桜はなかったんですけれども、新緑が始まっていてとても美しかったです。緑色のもみじを青もみじと言います。緑なのに青です。この青もみじもすごく鮮やかでした。さあ、ではこの新緑美しい道を右に曲がってみましょう。ここには南禅寺の庭があります。この階段を少し登ると庭に着きます。ここももちろんお寺の中なんですけれども、お寺の中に外国っぽい建物がありますよね。こちらは水路閣という橋です。長さは約93メートルあります。レンガなどで作られているアーチ型の橋です。この橋は水路なので、橋の上には琵琶湖から来た水が流れています。今もずっと流れています。お寺とレンガの橋がうまく調和していて、こちらも素敵な場所ですよね。ここも南禅寺で有名な場所で、写真が人気、フォトスポットになっています。特にこの橋の下で写真を撮るのが人気みたいです。この日もたくさんの人が撮っていました。でも、南禅寺に注意書きがあったんです。注意書き、注意してくださいという案内。注意書きによると、最近かな？ここで観光客の人に写真を撮りましょうかと声をかける人がいるそうです。そして写真を撮った後、お金を要求するということがあったみたいです。親切なふりをして怖いですよね。幸い私はこの日、その人には会わなかったんですけれども、もし行く予定がある人は気をつけてください。それにしてもこんな古い水路が今も使われているというのは素敵ですよね。琵琶湖の水は京都だけじゃなくて大阪まで流れているので、京都と大阪の人の生活に欠かせない水となっています。なのでね、ジョークなんですけど、よく京都、大阪の人と滋賀県の人が喧嘩したら、滋賀県の人が琵琶湖の水を止めるぞというジョークがあります。琵琶湖の水をめぐるトラブルはずっと大阪、京都と滋賀であったらしいので、もし止められちゃったらね、困っちゃいますよね。もちろんこれはジョークだから滋賀の人はそんなこと絶対にしないです。絶対にしないけど、よくそういう喧嘩があります。さて、この後しばらく南禅寺の中を散策しました。空気が爽やかでとっても静かです。なので、もう歩くだけですごくリフレッシュしました。皆さん聞こえますか？鳥のさえずりが聞こえます。さえずりというのは小さい鳥が綺麗な声で鳴くことです。とにかく癒されました。この後は南禅寺を出て、哲学の道というところを歩きました。この散歩の後半はまた次のビデオでご紹介しようと思います。ということで、今回も最後までありがとうございました。それではまた。